コーチの剛です。今回は、悩んでる人も多いんじゃないかなっていうヒールターンの、僕なりのコツ、僕はダックスタンスなので、ダックスタンスでのヒールサイドのターンのコツをちょっとお伝えできればなと思います。で、前振りとダックスタンスの違いっていう点でも、ちょっとね、触れていきたいと思います。前振りとダックスタンスでは、やっぱり角度が、ピンディングのね、アングル全然違うので、踏み方が違ってきます。踏み方っていうか、ヒールサイドもフロントサイドもターンをするためには、角付けをしていく、その角付けの仕方が前振りと、ダックでは違ってきます。前振りの場合は、結構ね、前向いてる状態で、エッジのラインがこうね、横にあるので、角付けの方向としては、こういう板の立て方を、していくんですけど、ダックスタンスで、同じことをすると、これね、こういう動きってダックだと、全然板を立てる動きではなくて、ただ前重心になってしまう動きになるんで、ダックスタンスの場合は、こういうシンプルに体を倒していく。つま先を引き上げていくような動きで角付けをしていきます。なので、その前振りのようなイメージでダックでヒールのターンをすると、やっぱり前重心になりやすい。で、あとは後ろの膝も内側に絞るようなイメージがあって、膝壊すんじゃないかっていう風なね、気にする方もいると思うんですけど、そもそもその前振りのような踏み方をすると、ダックだと前荷重になりやすい後ろの膝がちょっと痛めやすいっていう風なことにもつながるかなと思います。ただ、僕がやってるダックスタンスでのヒールサイドっていうのは、踏み方としてはね、このももを、内ももの筋肉をちょっと引き締めるようにしてもらって、で、腰を前に向けます。で、僕他の動画でもダックスタンスでも腰前向けるよっていう話してるんですけど、ただ腰を前に向ける動きって、やっぱ板がね、ねじれが生まれるんで、板をずらしてしまうようなね、動きになるんじゃないかっていう風なことはあります。実際に板はそれでね、ずれちゃうこともあるんですけど、ずれないような、腰を前に向けてもずれないような踏み方をしていきます。そのために腰だけ前に向けると、後ろ足がずれやすいんですけど、しっかりとももを締めてあげて、前を向いてあげると、しっかりね、板、外へ出ていくような動きではない。締めたり。それがすごい重要になってきます。で、その状態で、かかと側ターンしていくんですけど、この前の膝が、やっぱり外へ、ターン方向へ開いていきやすいんですよね。腰を前に向けると前の膝も前に向きやすいんですけど、ここのももにしっかりと筋肉ね、引き締めて、ここに壁を作って、腰を回すんだけど膝は回さない。で、それ以上前に行かないようにね、していくっていう風なポジションが重要になってきます。板が曲がっていくときに、ノーズが曲がりながら行くと、そこで常に雪面からね、抵抗を受けて、ブレーキが多少かかります。その板がね、曲がりながらブレーキがかかってるのを前に乗りすぎると、やっぱり板は回っていきたいんだけど、体は下へ落ちていっちゃうよっていう風なことで、どんどん前足荷重になりやすくなるので、ここをね、しっかりつま先を引き上げて、膝はちょっとね、伸ばしていくようなイメージ。ももに力が入ってないと流れちゃうんですよね。そうすると板がずれたり刺さったりっていう風な形になってきます。実際にヒールサイドに行くときに僕はすごい板のトーションを使う、トーション使うっていうか、ターンしようとした体の動きが自然と板にトーションを生んでいくんですけど、腰が横向いてるとヒールサイドこういう角付けになってきます。これってすごい立つとね、バランスが非常に悪い
そのこうギリギリのラインでこう滑ってる時にねターンしていくと転んだりとかっていうのになりやすいので、こうしっかりともも締めて前向いて、でその状態で前足は角付けしていくんですけど、後ろ足はターンの外側へ踏んでいくイメージ。そうするとこうやって両方のかかとでピンポイントで立つよりも前向いてこういうイメージで踏んでいくと安定するんですよね。でやっぱりこうダックスタンスで前向いてねって言っても、やっぱりこうね、でっちりの時も言ったんですけど、前向いてるつもりでも体だけ前向いてね、腰は向いてないっていう人って、この後ろ足の踏み込みが弱いです。ヒールの時に、ヒールサイドの時に両足ともかかとに寄っかかっちゃうと、圧が加えにくいんで、後ろの足は踏んでいくようなイメージ。だから後ろの足はブーツの前側にねしっかりと潰していってあげると、潰しながら前向いてあげると、この動きが腰を前に向けていく動きになるんで、その辺をちょっと意識してもらうと腰がね前向きやすくなります。でちょっとねそれがなかなか難しいって人はブーツが硬すぎるのかなとかっていう感じあるんで、ちょっとタンのところ緩めたり柔らかいブーツに変えてみると、それもね滑りがね変化するかなと思います。これねこうヒールサイドの時にもも締めて前向いて、で角付けをしていくのに、つま先ビンディングの向いてる方向に足を倒していくんですけど、腰をね、これが前向いてそのまま倒していくと自然と腰は前向いてるんで、こう後ろ側へ落ちていきます。これがこう板を立てていく動きになるんですけど、結構ね後ろ荷重っていうとこういう形で後ろへ踏み込んでしまう人がいます。ここからこっちへね、こっちへ行ってしまうと角付け、あんまり角付けにはつながってこないんで、しっかりとターン内側にお尻を落とすっていう風なこう踏み方になります。これがバランス難しいんですけど、骨盤が横向いてると後ろ足に乗って、で僕は、股関節をしっかり曲げて頭で前足を踏むっていうことを言うんですけど、その時に腰が横向いてるとお尻が後ろ足の上にあっても、ここで股関節曲げても頭は前足の上に来ないんですよ。ただこう体が折れ曲がってしまう。そうすると前足が踏めなくて、これでっちりになったり、頭がこっちに落ちるよっていう風な感じになるんで、しっかりと骨盤を前に向けて股関節を曲げると、お尻は後ろ、頭が前足の上に来るよっていう風なねポジションになりますので、実際に腰前に向けて股関節を曲げると頭がね板の上に来て、お尻もねそんなに外に出ないようなポジションになります。なのでその辺ねバランス非常に難しいんですけど、ヒールサイドのコツとしては、ももをしっかり締めて前を向くということで、後ろの膝をしっかりね曲げてあげる。でここで、ターン中には壁を意識して前にね膝が向かないようにもも締めて、しっかりと板立てて、で立てていく踏み方もこういう前振りのような踏み方じゃなくて、しっかりとビンディングの角度、つま先引き上げて板とお尻を離していく。その時に腰前向いてて後ろの足は潰して押していくようなイメージになりますので、そういうポジションをしっかり作っていってもらえたらいいかなと思います。今回はダックスタンスのヒールサイドターンのコツをお伝えしました。参考になったなと思う方はいいねとチャンネル登録をお願いします。個別のオンラインレッスンは公式 LINE からどうぞ。ミラトリ塾スノボコーチ剛でした。